ゲパディです。はい、ということでコペンハーゲン2日目の朝です。今日は快晴だね。暖かい、日向は風が強いけど、歩いてたら暑い。ホテルから30分ぐらい歩いてローゼンボ城に来ました。はい。ここが国会議事堂とか官邸が入ってる政治の中心らしい。入るのにはね4000円ぐらいかかるみたいなんだけど、真ん中までは行けそうだから今日は一日散策なんだけど、祝日なんだよね。キリストの日みたいな感じ。商店日みたいな。だから洋服屋さんとかレストランとかももしかしたら閉まってるかもしれないから、ちょっと思うように動けないかもしれないけど回りたいと思います。はい。みんなあっちに抜けてくけど何もなかったね。うん。なんだろう。はい、じゃあ中には入らないので次またニューハーンの方に向かって今日は運河ツアーを申し込みたいと思います。はい。ここから10分ぐらいかな。なんか登るとこもなかったでしょ。今日祝日だからかな。やってないの。Google だとやってることになってるだけだね。これが高い方、屋根ついてる。あれが安い方。屋根ない方がいいんじゃない逆に。もう買えるのかな。大行列。チケット買いました。はい。1人大人60、1200円そうだね。1300円とか。です。はい。最初回が10時で今行っちゃったやつで、次が10時半で、多分乗れると思うけど乗れなかったら次なのかな。乗れないんじゃない多分。でも結構人入るよね。これどこまで行くの？一周して1時間で帰ってくると思う。ここまで。うん。カウボーイハット飛んでっちゃいそう。 Hello. Hi. Ticket. I've got here 2 adults. Yes, perfect. Welcome aboard. No? Yes, just take a seat. Hello. 40分ぐらい待って市場乗り。外行っていいの？最高。最高。乗りました。はい。30分待って次の便にしました。屋根なしが良かったので、結局だから40分ぐらい待ったよね。さっきのに乗ると席はあったんだけど屋根があるし選べなかったんだよね、場所。カメラ的に一番後ろだったらさ、手どんだけ上げてもいいからさ、いいかなと思って一番後方の席を選びました。屋根ありかなしかはもう運ってこと？運ゲーだね。来た船による。そうだね。なるほど。1時間のツアーです。はい。トイレは奥の橋の下に、右に男左に女性があるんで、行く前にこのフラグ立ってるところの下らへんね、トイレットって書いてある。トイレって書いてあります。無料です。行っとくと安心です。National mind, you are on holiday in the heaven north of Europe.
and not the sad North Korea. So, can I get a higher? Yeah, much better. Seems like heavy. Thank you very much. And 32 kilograms. And I will, of course, hand them out in case they will need them. But don't worry, our boss will build those boats back to spoiler. It's just really about a boat and a very huge ice cube and a very useless door. And with those words, I just wanted to lean back, relax. タイタニックやってるよ。あの人か。沈没する。やばいやばい。家？すごいいいじゃん。カフェ。すごいね。登ってる人いる。レンタルボートだこれ。Hi.
た。あっという間の1時間でした。そうだね。ちょっと上着がないと寒いけど。そうだね。じゃあ一駅電車乗ってご飯食べに行こはい、行きましょう。う。愉快な人だったね、ツアーガイド。これかな？はい、一駅乗ってトーベヘルネっていうマーケットに着きました。はい。夕方までやってるんだけど、朝の方がご飯多いかなって思ってお昼ご飯ここにします。はい。もう狙いは定めてるんだけどね。なんか世界のいろんなご飯があるんでしょ。うん、行ってみようか。はい、行きましょう。ジェラートある。あ、これサラダ屋さんチェックしてた。お惣菜みたいな。サラダ屋さんかな。いくらするんだろう。これか。3つのサラダと2つのトッピングと1つのブレッドで2500円ぐらいだよね。ブレッドってブレッドとはまた別だよね。違うね。フォカッチャかサワーなんちゃらか。サンドイッチはあれか、上のやつか。ああ、そうだね。あれとかもある。これがパティスリー。有名なお魚屋さん。ハブ。すごいのいる。私みたいに。あんこ。深海魚。タコとか。フィッシュ1と2サラダで105ですね。And for fish, octopus and salmon, please. Yeah, this one and that one. Ah, this salmon one. Ah, thank you. Takeaway. Takeaway. And also, can we have the quarter size of that? Thank 頼みました。私はサーモンのスモーブロー、ケンちゃんは HAV っていうお店で2フィッシュ1サラダってやつにしました。これさすがに2個買ったらさ5000円ぐらいになっちゃうからやばいよ。1個にしました。また後でちょっとおやつでも食べようか。それではいただきます。サーモンがちっちゃいもんね。ちょろっとした。なんならこっちの方がいっぱい入ってる。ねえ、そうだよね。そっちの方が良かったかもしれないけど、デンマークといえばスモブロなの。1回ぐらいはと思っていただきます。めっちゃ美味しい。
味はすごいわ。こっちもめっちゃうまい。うんうん。うん。けどフィッシュ系は味がめっちゃ濃い。おつまみみたいな。パンと食わないけど。美味しい。味すごいしっかりしてて、うん味付けがいい。パンもうまい。あ、そう、よかった。うん正解。正解。みんな大体2個とかさ、テイスティングっていう小さいサイズが3種類乗ってるやつ頼んでる。それでいくわ。テイスティング。テイスティングは3種類で140とかだっけ、150。でも食べたい味なかったからさ、その中にサーモンがあればよかったんだけど。ビールいっちゃおうかな。あ、紙抜いてある。緑と赤の違い何？熟成度とかだっけ？どっちがうまいの？どうだろう、もう分かんない。美味しい。これおにぎりの中に入ってても美味しい。ではケンちゃんのタコいただきます。うまっ。サーモン。ペッパーが効いてるね。うん。美味しいこれ。昨日食べたアボカドの方がうまいね。あ、そう。うでもサーモンの味美味しくない？ん。うん。しょっぱいね。もうスモークサーモン。下の何これ？なんかタルタルみたいな感じかな。あ、ツナだね。今朝さ、こういうパンホテルで食べたらめっちゃしょっぱかった。もう一種類はサーモン。これも美味しいね。さっぱり系だけどやっぱり味濃いね。うん。いや、これうまいよ。うん。うん。うまい。おいしい。ちょっとパクチーっぽい。そう。コリアンダーの味する。全部美味しい。うまいよ。 1位タコかも。結局こっちの方がお得だね。コスパいい。そうだよね。これ激高プン丸。しかもこれと食ったら一緒じゃない？好きなの食べれるし。でもそれ食べたかったの。デンマークといえばだから。食べてみないと分かんないよ。ロンドンよりもさらに高い。そうだね。水とかはなんかそんなだけど。外食が高い。ソペンは1回のご飯に1人2、3000円かかっちゃう。隣のお店まで列が伸びちゃってる。今13時半。大人気だ。やっぱりこれ食べたいんだもんみんな。なんかもはやここのマーケットに来る理由それかも。歩いてローデンボー城に来ました。は10分ぐらいかかったかな。いいお天気だね。これはもう使われてない城なのかな。白？コペンには3つお城があるって。アマリエンボーとローゼンボーと、あと昨日さっき言ったのなんだっけ、朝。国会議事堂？もうこっからはあれか。まっすぐ行くんだったらフリーで行ける。中に入るには入場料がかかるみたいですね。はい。もともとはデンマーク王家の離宮だったけど、今はなんか宝物というか大事なものが所蔵されてるらしい。だからちょっと警備あるか拳銃持ってますね。ね。大きいですね。めっちゃ見てますね。いろいろ人のことを。ね。怖いっす。ちょっとじゃあ散策していこうか。
でかいな。アイスアメリカーノってみました。はいカフェに来ました。キスメットっていう。本当はもう一個のリルペラみたいな中庭があるお店に行きたかったんだけど、30日までリノベーション工事だったから近くのキスメット、もう一個ピンしてたお店に来ました。いただきます。美味しい。美味しいエスプレッソだ。昨日の世界7位より美味しい。好みだ。雰囲気いいね、ここ。そうだね。椅子が良くないっす、あんまり。ケンちゃんあれだからね、ソファー系の椅子好むから。背もたれは全部埋まってるんで、背もたれなしは空いてるけど、持って10分ですね。背もたれなしは。もっと背筋、筋トレしてください。なんかジャケット脱ぐと寒いけど、着るとちょっと暑い。そうだね。忙しいね。じゃあちょっと休憩しよう。はい千堀公園の入り口に着きました。はい。ちょっと今回はね、入らなくてもいいかなって思ってて、世界最古の遊園地と言われてるらしいんだけど、今日祝日だからすごい混んでるし、入らなくてもいいかなって思っててちょっと迷ってるんですけど、はい。なんと入場料が190デンマーククローネ、約4200円入るだけで。入るだけで。でもし乗り物にも乗りたい場合は、はい。入場料と乗り物料セットのプランがあって、それが1万800円、489クローネ。なんか木のジェットコースターあるらしいよ、最後。なるほど怖い。よね、ちょっと気になるけど。さっきぐるぐる回ってるのとかあったけどね。落ちるのとかね、うん見えたね。22時までしかも今日祝日だから多分人すごいだろうね。ね。子供が多い。でもうん。なんかあんま子供以外のカップルとか少ない気がする。まあでも観光で行く人は行くだろうね、とりあえず中みたいにね。なんか冬やってないかもしれないから、コペンハーゲン行きたいって思ってる人で千堀公園も行きたいって思ってる人は時期気をつけた方がいいかもしれなるほど。ない。もしめっちゃ来たかったら明日来ようか、そうだね。考えようか。明日平日だもんね。明日平日。平日は安いんだっけ？平日の18時までが入場料は170デンマーククローネで400円ぐらい安い。ああ、そんなもん。 400円安い。なるほど。じゃあホテルに戻って洗濯しようか。選択肢を。コインランドリー。そう。あ、でもその前にあれだ、スイカみたいなあーやつ返却しなきゃ。じゃあまずはスイカを返却。返返金金できるといいね。返金手続き。はい。コペンハーゲン中央駅。あ、ここに入り口があるね。
ビッグサンダーマウンテンみたいなのある、ビッグサンダーマウンテン。デンマークのさ信号マジ短くない？短いね。老人渡れないと思うんだけど。ホットドッグもすごい並んでるし、けど我々はドイツに行くんでそう我慢しよう。我慢してソーセージ三昧になるから。正面じゃない、やっぱり。おーっと、あれもう一回私ハトにアタックされてるから。緑の、窓口みたいなのあるんじゃない？では中央駅の中の緑の窓口みたいなところに入りたいと思います、はい、返金できますように。トレインチケット&サービス。買い方これで見せる？買い方やってないんだっけ？買い方からじゃあまずスタートでイングリッシュで、買える機会の場合はこの倍、このカードの名前があるから、カード見せてもらっていいですか？これがカードです。はい、このカード、はい、パスモのカード、スイカのカードみたいな。買いますと。で7年間有効です、ブラブラブラ。もしチェックアウト忘れたら使えなくなったりしますよ。でこのカードの値段が80クローネで、最低100クローネ入れなきゃいけない、で押します。そうするとアダルト、チャイルド、自転車、犬、でアダルト。そうすると、100以上しか入れられないから、最低だったら100、例えば150にしたかったら他の料金って選んでこう押すのね、はい、値段を。今回100にしてみるね。あ、もう入ってますね。で了承っていうか続けて、そうすると、カードのお金と入れるお金で合計180、はい、で最後カードピッてクレジットカードピッてやるか、クレジットカードの中に入れてピン入れる、はい、で買えます。はい、はい、そういう流れでございます。でここからカードがプンプンって出てくる。でさっきあれだったね、電車乗ろうとしたら乗れなかったね。足りなくてね。匿名カードと匿名じゃないカードがあるらしいんだけど、私たちは短期滞在なので匿名カードっていうのを買ってて、匿名カードの人は最低70入ってないといけない。70クローネ、1400円そうだ、1400円、1500円ぐらいかな。で私たち57クローネぐらいしかなくて、その4駅乗りたかったの。4駅で500円ぐらいなのに、残高は足りてるのに最低残高足りてないから乗れないみたいなそう感じになっちゃって、で明日は忙しくて、もしここの駅に来れないと他の駅が無人でこれ返金できないらしいから、通り道なので今日もここで返金しちゃって、明日もし乗る場合は切符にしたいと思います。はい、では行ってみましょう。できるでしょうかと。返却できました。はい、イエーイ。すごいスムーズだった。いやでもね、英語わかんなかったら全然わかんないかも。そう、あのおじさん英語ペラペラだったけど。いやでも俺全くわかんないじゃん。わかんない。でも何の説明してるかわかんない。だからその無事帰ってきましたも現金で帰ってくるのか、それともクレジットに帰ってくるのかとかもちょっと選べたよ。選べたじゃん。だけどカナが選べるんだって俺に言わなかったらわかんなかった。わかんなかっあ、そう。た。だからよかったね。オーライって言っとけば大体大丈夫。イエスイエスって言っとけば全部進んでいく。そうかな。でもとりあえず流れとしては、入ったすぐそばにここはマシンがあったから、何の用で来たかみたいな、郵便局みたいな感じでしょ。郵便局みたいなでチケットを取る。それ分かんなかったら直接言えばいいと思うんだけど、その選ぶマシンの中にこのカードの名前があったから、そこを押したの。それすぐ呼ばれちゃって、カウンターに行ってカード見して、これ払い戻しできますかって聞いたら、チェックしますって言われて、結局できることになって払い戻しができました。
1人当たり180デンマーククローネ払ってるのね。だいたい3900円4000円だとして、カード代が80と、チャージが100ね。そうカード代が、1700円、チャージしたのが2200円、そのうちの80デンマーククローネカード代は返ってこないことが判明しまして、1700円80デンマーククローネ損します。もうバイバイ。だけど私たちが使ってないお金が57クローネうんあったので、1250円分ぐらいは返ってくる。それがクレジットか現金が選べたってことだね。返金をカードにするキャッシュにするって言われて、デンマーククローネ来ても明日しかいないからさ、カードにしました。で数日で銀行に戻るって言ってた。で私たちの場合は結果としては切符の方が良かったねっていう話なんだけど、このカードの良さは切符を使うよりも1回あたり1人10デンマーククローネ200円ぐらい安くなるの1回だから、割引が効くってことね。そうそうそう、カードの方が。たくさん乗る人はこっちの方がいいんだよね。そのデポジット取られちゃうにしても。だけど私たちの場合は、損しちゃったから、もし8回以上だいたい9回以上電車に乗る。バスでもいいんでしょ。バスでもいいと思う。電車バス電車バス国鉄みたいなしっかりした横のやつ、に乗る人だったらデポジット分取られるとしてもトントンが得するぐらいになるかな。まあ楽だもんね。楽。もしトントンだとしてもタッチするだけだから。そういう感じです。はい。でも全額返ってこないとかじゃなくてよかったね。そうだね。あの時さ空港で慌てて買ったからさ、そう終電ギリギリだったからね、何にも分からず。おじさんたちに浮いてチケット買ってこいって言われて、急いで買った時のマシンがあれしかなかった。切符買うマシンが見つからなくて。横のやつかな。多分切符買うの横のやつ赤いのが切符赤いやつなかったよね。急いでたからちょっと逆サイにあったかもしれないけど見えなかったね。赤い自販機はあれですね。じゃあホテルに帰ってコインランドリー行きましょう。はい。疲れた。はい、ということで、コインランドリーの合間にパン屋さんに来ました。はい夜ご飯はねパンでいいかなって感じで、はいちょっと残り少なさそうなんだけど見てみます。はい。パン買いました。はい。ちょうど食べたいのがあった。ケンちゃんチョイス観音ショコラ、私チョイスなんかデンマーク発祥の消しの実がついた、パイ生地みたいな。ほぼクロワッサンに見えるけど、はい。なんか脱皮しちゃって取れちゃった。そう外側についてたんだけどね。中に残っちゃった。これがね覆いかぶさってたの、こうやって全部。どんな感じかな。これホテルにあるよね。あるかな。あった。あった明黒いの。日食べよだけど何かわかんないから食べなかった。う。甘いのかもしょっぱいのかもわかんないよね。甘いかしょっぱいかも。しょっぱめじゃない？この。多分。いただきます。はい。ほんのり甘い。中バターはみたいな。クリーム入ってんの。入ってない。入ってるかな。入ってない。ほぼクロワッサン。おいしい。ドリンクも買ったんだよね。うん。スーパーで。ドリンクはスーパーで。美味しいよ。お姉さん優しかったね。おいしい。はい。はい、ということで、コインランドリーの説明をしたいと思います。はい。このコインランドリーは結構最新式らしいんだけど、やり方はすごい簡単で、こっちが英語か。マシーンが1から6っていうのが奥の7キロのサイズのやつ、小さい洗濯機。8から9が9キロの洗濯機で、それ以外に大きいのがあるんだけど、
私たちは1週間分の2人分、で9キロで入ったね、ぎゅうぎゅうだけど、で53クローネはいでした。で支払い方はまず最初にクレジットカードをピッてやります。そうすると選択かドライか選ぶみたいな感じなんだ。そうこのリストが出てくるから、うんそれで自分が使いたいものを選ぶ。うんそうするとカードが有効だったら洗濯機が動くようになるなるほっていう仕組みです。乾燥機も一緒でピッてやって乾燥っていうドライヤーをして、でドライヤーの場合は15分以上が選べたから、近くにいたお姉さんが教えてくれたんだけど、大体いつも20分やってるって言ったから20分にしました。ど。はい洗濯終わりました。ちょっと乾燥機さ3つ温度選べたの、3種類からで40、55の60度でしょ。ローマでさめっちゃ縮んだからさビビって低温にしたの40度。普段私たち乾燥機ないから温度わかんなくて、そしたら乾いてなかった40度を20分やったけどダメだったね。だけどもうお金もったいないし、もう全然ビチャビチャなわけじゃなくてうん7割8割乾きって感じそうだね、しっとり。だから一応ロープ持ってきてるから頑張ってどっかにこう吊り下げて残り2割を乾かそうと思います。はいということでコペンハーゲン2日目いかがだったでしょうか。今日は天気が良くてよかったね。うんけど祝日だったから本当は買い物したりとかチェボリ公園行ってもいいかなと思ってたんだけど、ちょっと予定は変わりましたが、街並みが綺麗だしそうだね。歩きやすいしいいね。うん明日が最終日で夜の飛行機でベルリンドイツに向かいますので、はいまた来週もコペンハーゲンの動画楽しみにしていただければと思います。はいでは今回の動画が面白かった、参考になったという方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。はいまた次の動画ではい。バイバイ。